問い、認識論的相対主義、エピステモーギカリーティズムを信じることは、科学的な立場と言えるでしょうか。答え、認識論的相対主義とは、いわゆる、クレタ人のパラドックス、嘘つきのパラドックスに酷似した立場です。このパラドックスの意味するところは、クレタ島出身のある男が、クレタ人は皆嘘つきだ、と言った、というものです。この場合、この男が嘘つきでクレタ人を貶めるために嘘をついているか、あるいは本当にクレタ人の言うことがすべて嘘であるかのどちらかです。しかし、もし後者が本当だとすれば、この発言者自身もクレタ人であるため、彼の、クレタ人は皆嘘つきだ、という発言自体も嘘偽りになってしまいます。認識論的相対主義を盲信する人々も、全く同じパラドックスに陥っています。彼らは、私は認識論的相対主義を完全に信じている。絶対的な真理など存在しないのだ、と言います。しかし、この認識論的相対主義という主張そのものが誤りであり破綻しているか、そうであれば、なぜそんな誤った思想を信じるのかという話になります。あるいは、この主張が正しいかのどちらかです。仮に、この相対主義という主張が正しい、絶対的真理であるとしましょう。もしそれが正しいのであれば、皮肉なことに、それは正しくないということになります。なぜなら、彼らの理屈では、すべては相対的なのですから、相対主義という思想自体も相対的なものに過ぎず、自らを絶対的に正しいと定義する権利を持たないからです。もし認識論的相対主義が、自らの正しさを絶対的なものとして主張するならば、それはもはや相対的ではなく、自らが絶対的な真理を所有していると公言していることになります。これは相対主義の概念そのものと真っ向から矛盾します。したがって、相対主義はその論理の刃を自らに向け、自己崩壊、自己否定せざるを得ないのです。自己矛盾する論理の解体。私は認識論的相対主義を信じるという発言を解体してみると、それが自己矛盾した言葉であることがわかります。それは次のように言っているのと同じです。絶対的な真理とは、絶対的な真理など存在せず、すべては相対的であるということだ。もしこの文章が正しい、真実であるとするならば、それは、絶対的な真理ではないということになり、真実ではなくなります。したがって、絶対的な真理は存在しないなどという矛盾した論理を信じることは、およそ知性的、理性的な振る舞いとは言えません。つまり、認識論的相対主義とは、いかなる真理の存在をも否定するために、自らが一部の真理であることを前提としなければならないという自己破壊的なアプローチなのです。だからこそ、あった、清らかなるかな、思考なるかなは、このような相対主義や懐疑主義に陥り、真理を認めようとしない者たちのありさまを、遊んでいる、もてあそんでいると描写されました。聖典クルアーンの中で、次のように煽っています。いや、彼らは疑いの中で遊んでいる、もてあそんでいるのである。ルハーン章第9節。相対主義は、その根底に自己矛盾をはらんでいます。真理は存在しないという、真理を信じるという人は、自らの言葉が真理ではないと告白しているのと同じだからです。修辞学者アウグスティヌスの指摘と人間の本性。かつてアウグスティヌスは、認識論的相対主義の破綻、デハーフトを暴く見事な言葉を残しています。彼は次のように言いました。疑念を抱く者は誰しも、自分が疑っているという事実を知っている。彼は、少なくとも自分が疑っているという、その真実については、完全なる自覚を持っているのだ。それゆえ、疑念を抱く者は誰であれ、自分が疑うことができるというその能力そのものによって、真理、真実と呼ばれる何かが確かに存在するということに、強制的に納得させられるのである。そうであるならば、どうして、真理など存在しないなどと言えるのでしょうか。認識論的相対主義の最大の問題は、それが、不条理、ナンセンスな立場であるということです。あらかじめ自分の理性を売り払って、放棄してしまわない限り、人間がその生涯を、すべては相対的だという看板の下で生き、死んでいくことなど不可能です。なぜなら、認識論的相対主義という姿勢は、人間の本性ヒトラーに完全に反しているからです。もし仮に、相対主義、すべては曖昧で不確かであるという状態が人間にとって心地よく、健全な状態であったなら、人類の歴史に進歩や発展など起きるはずがありませんでした。しかし現実には、人類の歴史には確かな進歩が存在します。このことは、人間にあらかじめ組み込まれた普遍的な直感が、常に
真理へと到達し、そこに定着すること、安定することを目指している動かぬ証拠なのです。問い、アッターはお望みのものを迷わされるのだろうか。答え、思考なるアッターはクルアーンの中で次のように煽っています。本当にアッターは、お望みのものを迷わされ、またごもみのものを導かれる。ファーティル章第8節。ここで無神論者、アブダクターは次のような疑問を抱きます。これは、人間には自分の決定に対する責任がないということを意味しているのではないか。その答えは極めてシンプルです。例えば、ある強力な政府がこう宣言したと仮定しましょう。何者も我が権威から逃れることはできない。私は自分が望むものを処罰し、自分が望むものに報酬を与える。しかし同時に、その政府は次のように付け加えます。ただし、我が政府は完全に公正である。処罰に値するものだけを処罰し、報酬に値するものだけに報酬を与える。では、この二つの発言の間に矛盾があるでしょうか。いいえ、全くありません。アッターに対して最高高潔な例えがなされるべきです。アッターはお望みのものを導き、お望みのものを迷わされます。なぜなら、主のご意志、マシーアは絶対であり、何者もその権威を阻むことはできないからです。主は兄弟にして全能なお方、清らかなるかな、思考なるかなだからです。しかし同時に、アッターのご意志、お望みは、完全に公正、真実の正義です。主、清らかなるかなは、迷路に陥るに値するもの、自ら進んで真理を拒絶するものを迷わされ、正道への導きを心から求めるものを導かれます。主はお自らの慈悲と恩寵によってお望みのものを導かれますが、正道を求めているものを迷わされるようなことは絶対にありません。なぜなら、それは完全なる正義に反することであり、全能なるアッターは絶対的な正義のお方だからです。そのため、先ほどの奥に戻り、その全体を深く熟考しながら読んでみてください。本当にアッターは、お望みのものを迷わされ、またごもみのものを導かれる。だから、ムハンマドよ彼らに対する嘆き、悲しみであなた自身を破滅させてはならない。本当にアッターは、彼らの行うことをすべて知っておられる。ファーティル章第8節。本当にアッターは、彼らの行うことをすべて知っておられる。すなわち、アッターは誰が導きを望み、誰が名門を望んでいるのかを完全に知っておられるのです。自ら名門へと突き進む者にはその道、要因が容易にされ、自ら導きへと励む者には成功、正道への合致が授けられます。思考なるアッターは仰いました。だがアッターは、お望みのものを導かれる。主は、正道に導かれるべきものを最もよく知っておられる。カサス章第56節。主は、誰が心から導きを求めているかを最もよく知っておられるのです。また、次のようにも煽っています。そして、正道に従う者に対しては、主はさらに導きを増し、彼らに従順、至聖の心を授けられる。ムハンマド章第17節。正道を求める者に対しては、アッターはその導きをさらに増し加えられ、その人の信仰、イーマーンと導きへの熱意を理由に、彼を正しく導かれます。本当に信仰して善行に励む者たちは、彼らの信仰によって、彼らの主が彼らを、楽園へと導かれる。ユーヌス章第9節。逆の側は、自ら名門と不信仰を望む者。その一方で、自ら名門、堕落、不信仰、クフル、そして無神論、イルハードを望む者に対しては、まさにその名門や不信仰の道が開かれ、容易にされてしまいます。彼らが、真理から傾き歪んだとき、アッターは彼らの心を、さらに傾き歪まされた。アッターは、命に背く不義の民を導かれない。サッフ章第5節。不信仰を自ら欲する者には、名門の要因が容易にされてしまうのです。慈悲深きお方アッターの訓戒から目を背ける、盲目になる者には、我、アッターは悪魔、シャイターンを差し向け、それを彼の常連の仲間、同伴者とする。ズフルフ章第36節。人間がアッターから遠ざかるとき、彼のもとには悪魔が配置され、その同伴者となります。人間が歩む一歩ごとに悪魔が付き従うようになれば、もはや不信仰から抜け出すことは極めて困難になります。したがって、この名門、迷いとは、人間が自らの手で獲得したもの、因果応報に他なりません。不信仰と名門のメカニズム、自らの選択がもたらす結末。思考なるアッターは、聖クルアーンの中で次のように煽っています。また彼らが、私たちの心は、大いに包まれていると言ったことに対しても、我は罰した。
いや、彼らの不信仰、クフルーのゆえに、アッターがその、真を封印された、ガンナにしたのである。ニサー章第155節。つまり、彼らの名門と、不信仰が原因となって、アッターは彼らの心を封印されたのです。自ら進んで迷路に陥ろうとする者のありさまは、まさに、薬物中毒者、アディクトのありさまと酷似しています。中毒者は、薬物を使い始めた当初は、自らの完全な意志で行っています。しかし、しばらくすると意志の力は衰え、その麻薬なしではいられない、心と体が封印された状態になり、アッターがお望みにならない限り、そこから抜け出すことができなくなってしまいます。同様に、不信仰を欲する者も、最初は自らの完全な意志によって不信仰の場を探し求め、無神論者、アブダクターの言葉に耳を傾けます。しかし、一度不信仰に囚われてしまうと意志の力は弱まり、自らの不信仰に完全に従属し、引きずられるようになってしまうのです。さらに、不信仰を欲する者は、虚無主義、ニヒリズムや不条理主義に睨まれ、果ては自殺念慮、自殺傾向にまで襲われるようになります。不信仰によって自らの存在意義を見失い、心の奥底では、不信仰がいかに愚かで破綻したものであるかを確信するようになるにもかかわらず、真理を追求し、それに従うための意志の力、気力が決定的に萎えてしまうのです。思考なるアッターは、クルアーンの中でこう煽っています。それは、あなたの両手が、あらかじめ犯した罪の報いである。アッターは決して、そのしもべたちを不当に扱われる、君吉を曲げるお方ではない。ハッジ章第10章。導きへの回帰とアッターの広大なる恩寵。しかし、人間が再び、聖堂への導きを心から望むときには、いつでも容易にその道へと導かれます。ムハンマドよ言え。本当にアッターは、お望みのものを迷わされ、自ら、悔い改めて、主のもとへと立ち返る者を、主の道へと導かれる。ラード章第27節。また、ハディース、クドゥシー、聖なる神聖真言の中で、アッターは次のように煽っています。我がしもべたちよ、私に導きを求めなさい。そうすれば、私はあなた方を導こう。別のハディース、クドゥシーでも、次のように煽っています。我がしもべが一途、住んでも私に近づくなら、私は一尺、彼に近づこう。彼が一尺私に近づくなら、私は和弘、彼に近づこう。そして、彼が歩いて私のもとにやってくるなら、私は、喜んで駆け足で彼のもとへと赴こう。このように、アッターのご意志は完全に公正です。主はその正義、公平によって名門を望む者を迷わされ、その恩寵、慈悲によって導きを望む者を導かれます。それゆえ、罪を施して主を恐れ、最高の善、真理を真実であると認める者に対しては、アッターは安易な道、聖道と成功を容易にしよう。しかし、物惜しみをして、自給自足していると傲慢になり、最高の善を嘘切りであると否定する者に対しては、我は困難な道、破滅と名門を容易にしよう。ライル章第5節10節。主、清らかなるカナンは、塵一つ、微粒子一つの重さほどであっても、決して何者をも不当に扱われません。本当にアッターは、微粒子の重さほども、誰かを不当に扱われることはない。もしそれが善行であるなら、主はそれを何倍にも増やし、お自らの元から莫大な報酬を授けられる。ニサー章第40節。主は、最高完璧な裁判官、ハカムであり、君吉のお方、アドルであり、極めて優しく細やかなお方、ラティーフ、すべてを見通されるお方、ハビールなのです。不信仰者たちが用いる、言い訳のカンパ。驚くべきことに、無神論者や不信仰者たちが、審判の日にまさに次のような口実で言い訳をすることを、アッターはあらかじめカンパして告げておられました。もしアッターがお望みなら、私たちは無神論者になどならなかった。私たちを迷わせたのは彼なのだ。もしアッターがお望みなら、私たちは多神崇拝などしなかったと。彼らはまさに、主が予言された通りの言葉を口にするのです。多神崇拝をする者たちは、やがて言うであろう。もしアッターがお望みであったなら、私たちも私たちの祖先も多神崇拝をすることはなかったし、いかなるものも禁止することはなかった。このように、彼らの先人たちも真理を否定し、ついにはが、アッターの厳しい罰を味わうに至った。ムハンマドよ、彼らに言え、あなた方に、何か、それを証明する知識があるのか。あるなら、それを私たちの前に提示してみせよ。あなた方はただの憶測、
不確かな主観に従っているに過ぎず、ただ嘘、でっち上げを並べているだけではないか。アンアーム章第148節。アッターが自分たちに不信仰を強制したという彼らの主張に、果たして何らかの客観的証拠、根拠があるでしょうか。あなた方はただの憶測に従っているに過ぎず、ただ嘘を並べているだけではないか。彼らは、自分たちが陥っている不信仰の現状を自己正当化するために、都合の良い過程や言い訳を並べ立てているに過ぎないのです。本当に我、アッターは、人間に道を指し示した。それが感謝する者、信徒となるか、それとも不穏、不信仰者となるかは、彼自身の選択である。インサーン章第3節。問い、アッターが将来起こることをすべてあらかじめ知っておられる、予知されている、ということは、人間の自由意志や選択権を否定することになるでしょうか。答え、アッターが将来起こることを知っておられるということは、人間にそれを強制している、決定論、宿命論的な強制であるという意味ではありません。思考なるアッターは、ご自身が、全知であられる、アリームとクルアーンの中で告げておられます。清らかなるカナンは、不完全な人間、しもべえが将来どのような行動をとるかをすべて知っておられます。なぜなら、主は全知にしてすべてを見通されるお方、アルアリーム、アルハビールだからです。しかし同時に、主は人間に対して、自らの意志と、自由な選択権を確かに認め、与えてくださっています。聖クルアーンの中で、次のように煽っています。あなた方のうち、前方へ進もうとする者、あるいは、後方に止まろうとする者のために。ムッタッシル章第37節。従って、これから何が起こるかをアッターが知っておられるということは、私たちへの強制ではありません。主はその恩寵によって、私たちに自由な意志と選択権を授けてくださったのです。本当に我、アッターは彼に道を指し示した。それが感謝するものとなるか、それとも不穏、不信仰者となるかは、彼自身の選択である。インサーン章第3節。また、最も高貴なるお方は次のようにも煽っています。また彼に二つの目立つ道二つの高地を示さなかったか。バラド章第10節。二つの道とは、導き、聖道と、名門、迷いという二つの峰のことであり、どちらに進むかを選ぶのは私たち自身なのです。不信仰を選ぶか、それとも信仰を選ぶかは、私たち人間自身の選択です。理解を深めるための学校の例え。例えば、ある経験豊富で聡明な教師が教室に入ってきたとしましょう。その教師は、長年の観察と知恵によって、この生徒は、熱心だから試験に合格するだろう。しかしあの生徒は、怠けているから落第するだろうとあらかじめ見抜いて、知っていました。では、教師が誰が合格し、誰が落第するかを事前に知っていたからといって、その教師の知識が、生徒たちに合格や落第を強要した。強制したことになるでしょうか。決してそんなことはありません。アッターに対して最高高潔な例えがなされるべきです。アッターが将来の出来事をすべて知っておられるということは、主が誰かにそれを強制されているという意味ではないのです。アッターは全知にして全知、そして絶対的な君吉のお方です。主は私たちに、完全な意志と自由な選択権を定めてくださいました。もちろんこのことは、アッター、崇められよ。気高き方がお望みのことを定め、お望みでないことを退けられるという、主の絶対的なご意志、マシーアと何ら矛盾するものではありません。なぜアッターは、不信仰になると知っていながら無神論者や不信仰者を作られたのか。では、アッターは彼らが、将来不信仰に陥ることを知っていながら、なぜ最初から無神論者や不信仰者を創造されたのか、という疑問が生じるかもしれません。その答えとして、全能なるアッターはクルアーンの中で次のように煽っています。あなた方が罪深い度を越した民だからといって、我はあなた方から訓戒、クルアーンを完全に遠ざけて、見捨てる、無視するとでも言うのか。ズフルフ章第5節。彼らが将来不信仰になるからといって、アッターは彼らを作るべきではないという理由になるでしょうか。もし無神論者がアッターの全知の中で、自ら不信仰を望み、自ら名門を追求しているのであれば、主がそのものを創造し、その後に、彼の選択に基づいて審判、清算されることに何の不都合、妨げがあるでしょうか。将来不信仰になるからといって、神はその存在すら作ってはならないという法はありません。受けるべき報いに値するものが、その通りの場所、結果へと行き着くことこそが、正義、公平なのです。
アッターが彼らを不当に扱ったのではない。彼らが自分自身を不当に扱った。そうなったのである。フード書第101節。彼らは自らの選択によって自分自身を不当に扱い、傷つけたのであり、思考なるアッターは何者をも決して不当には扱われません。人間が心を落ち着かせ、安心するために十分な知識、それは、アッターこそが絶対的な正義、究極の君吉のお方である、と知ることです。全能なるアッターは、お自らのしもべたちを決して不当に扱わないと約束されています。本当にアッターは、人間を少しも不当に扱われない。だが、人間が自分自身を不当に扱っている、傷つけているのである。ユーヌス書第44節。ですから、あなたが心配すべきなのは、自分自身の怠慢や落ち度についてだけです。あなたがこの現世で行うすべてのこと、信仰であれ不信仰であれは、アッターの広大な恩寵、あるいは主の絶対的な正義によって、一物も余すことなく完全に報い、生産が支払われるのです。思考なるアッターは、クルアーンの中で明確に煽っています。それゆえ、罪を施して主を恐れ、最高の善、真理を真実であると認める者に対しては、アッターは安易な道、正道と成功を容易にしよう。しかし、物惜しみをして、自給自足していると傲慢になり、最高の善を嘘切りであると否定する者に対しては、我は困難な道、破滅と名望を容易にしよう。ライル章第5節10節。